皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。今回は過去に作った作品たちが現在どのように利用されているのかご紹介します。このチャンネルの最初期に自作した爬虫類を飼育するケージを並べるための爬虫類棚です。人が乗っても大丈夫なぐらい頑丈なので、幅 120cm 級の大型飼育ケージを乗せてもへっちゃらです。作った当時は物置を改造して爬虫類専用の部屋にしようと画策していたのですが、部屋の位置的に後付けでエアコンをつけるのが難しいことが判明したため、今は爬虫類ではなく数百冊の漫画本を収納するための本棚として使っています。こちらは先ほどの爬虫類棚を自作した際、余った板で作った幅 60cm の爬虫類ケージです。太あごなどの中型の爬虫類をお迎えするために防水処理までして準備していたのですが、幅 60cm という中途半端なサイズ感と木製特有の腰にくる重さが気になって結局使えませんでした。今はオーダーメイドのアルミフレームケージを導入したので廃棄してしまいましたが、この木製ケージを作った経験が次に作る爬虫類ケージに活用されています。こちらは大きく育ったコーンスネークを引っ越しするために作ったケージです。個人的にお気に入りのアイアンラックにフィットする飼育ケージにしたかったので、一般的な左右にスライドする引き違い扉のケージではなく、下開きのケージにしました。これなら高さが低いケージでも内部にアクセスしやすく、メンテナンス性が抜群にいいです。2021年2月に作ってからもう4年ほど経過しましたが、まだまだ現役で使っています。また、当初よりここで飼育していたコーンスネークは現在は5歳になって、体長も 1m70cm と立派に成長しました。飼育ケージを大きくすると生き物も大きく育つとは聞きますが、なかなかのサイズになりましたね。一般的にコーンスネークの寿命は10から15年と言われているので、このケージは寿命を迎えるその日まで使い続けたいと思います。今ではすっかり 3D プリンターを活用したものづくりに切り替えていますが、過去にはセメントを使ったレイアウト用品の製作にハマっていた時期があります。動画にしたのはレオパ用のドライシェルター、水入れ、レイアウト用の壁とかですね。ジオラマ制作と同じように自然感を表現できるので、作っている時は非常に面白いのですが、私のレオパ飼育環境ではウェットシェルターを使っているのであまり使い道がなく、結局いくつかは設置してから数日しか使わずに廃棄してしまいました。今なら 3D プリンタでもっと複雑な形状を作って、その上から塗装しても面白そうですね。セメントを練って遊ぶ際にセメントの粉が飛び散るため、基本的に屋外で作業していたのですが、乾燥から塗装までの製作プロセスの多さと蒸し暑い夏場の作業に中の人がギブアップしました。そこで次に手を出したのがこちら。家庭用のオーブンでも焼ける糖度を使ったオリジナルシェルター作りです。まずはレオパ用のウェットシェルターから作り始めたのですが、途中で角ガエル用のシェルター作りにはまり何個か試作品を作っていました。陶器のシェルターを作っていた時の最終形態がこんな感じ。カエルのシルエットに似せたつもりですが、よく見ると指定されたカタツムリにも見えますね。こちらは角ガエルの飼育ケージで約2年間使っていました。現在はプラスチック製に切り替えたため、陶器のシェルターは廃棄してしまいましたが、改めて最新作のデザインを見ると陶器製の頃の名残が残っていますね。ちなみにプラスチック製のシェルターは飼育しているカエル全部に採用しています。通販もしているので、よければ動画の概要欄からチェックしてみてください。ニホンイシガメを庭で飼育したいと思って作ったのがこちらの飼育ケージです。金属パイプの表面に樹脂をコーティングしたディレクターパイプという製品を使って作りました。排水口付きで水替えが楽な上、網の蓋で害虫対策もできるのでしばらく使っていましたが、秋になってイシガメの病気が発覚し、室内飼育に切り替えてからは使用頻度がぐっと落ちました。後に別会社のアルミフレームを使って巨大ため池を作った際、補助用の貯水タンクとして流用しましたが、今は使わなくなったので粗大ゴミの持ち込み待ちの状態です。ちなみに新しく作ったアルミフレームの亀池は今でも現役で亀の冬眠にも使っています。最終的にはあと3匹ぐらい住まわせてもっと賑やかな池にしたいですね。屋外の亀池に使っていたディレクターパイプの使い勝手が非常に良かったので、部屋を爬虫類専用にする際、壁一面の飼育ケージ棚を作る時にも使ってみました。パイプを自由に組み合わせられるので、こんな感じに世界で一つだけのオリジナル棚ができちゃいます。2021年の年末に作ってから少しずつ改善をし続けていき、現在はこんな感じになっています。上の棚は 3D プリンタやカエル、ウーパールーパー、アリが並んでいます。結構埋まりましたね。それに比べて中段や下段では1匹の亀しかおらず、3年で1匹しか埋まっていません。昨年飼育していた太あごを落として以降、中型爬虫類のお迎えを控えていましたが、今年の夏ぐらいには太あごに再トライするか、青舌トカゲの縁があればお迎えしたいですね。
昨年から 3D プリンタにハマっていて、いろいろなものを作って遊んでいました。フトアゴ用のシェルターや給水器、ゲーミング餌皿、バスキングスポットとかは動画にしています。自動給水器や餌皿は普通に使いやすかったので、フトアゴがなくなった後も残していますが、このあたりは今後お迎えする生態次第で入れ替えていく可能性があります。また、同時期に作って遊んでいた七輪型のウェットシェルターは、動画投稿した時のレイアウトのまま、今でもレオパの飼育ケースで活用しています。初期の頃からなぜか網までよじ登ってお肉と一緒に焼かれていますが、湿度か天井との狭さ的にこっちの方がしっくりくるんでしょうね。といった感じで今回はこれまで自作した飼育用品について現在の使用状況をご紹介しました。数時間をかけて作ったものの思ったのと違って使わなくなったものが結構ありましたね。中には自分で使うことじゃなくて作ってみることや遊んでみることが目的になっていたりしますが、そういうのも個人制作の醍醐味として今後も楽しんで作っていきます。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。このチャンネルでは今日のような動画を定期的に投稿していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。